こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今回は福岡デザインテクノロジー専門学校の生徒さんの作品です。2点添削していきますね。まずはこちらのイラストです。はい、すごくねかっこいいイラストですね。コメント。このイラストは戦いの中の泥臭さや戦い抜くかっこよさをテーマに、戦時下でいくら傷つこうともあがき戦い抜く男と仲間のドラゴンを描きました。できるだけ力を振り絞っている様子を出すことを意識しました。添削してほしい点、悩んでいるところ、背景をどう描いても手前のキャラが浮いてしまう違和感のある背景になり、結局背景が白の深みのないイラストになってしまいました。背景を入れる際にキャラに馴染む背景を描くにはどうすればいいのかアドバイスいただきたいです。また現在のイラストから商業クオリティにするにはどこを意識すればいいのかも教えていただきたいです。よろしくお願いしますとのことです。はい、とてもね、かっこいいイラストなので、僕はねそこまで気になる部分はないのですが、2つお悩みの部分があるということですね。で、1つ目は商業クオリティにするにはどうすればいいのか、そしてもう1つは背景が白でキャラと馴染んでいないってことですね。はい、わかりました。この2点に着目しながら添削をしていきましょう。まず1つ目のお悩みについて、商業クオリティにするにはどうすればいいのか、近づくのかってことなんですが、僕がですねこのイラスト1箇所どうしても気になったのがこのドラゴンの部分ですね。これですねちょっとこうオオトカゲみたいな感じだったら、今のままでもいいのかなと思ったんですが、ドラゴンだとするとですねちょっと迫力がないなと思いました。で、なぜ迫力がないかというと、おそらく作者さんこの煙とキャラクターで隠れてしまっているこの後ろの部分をあまり想像せずに描いてしまったからだと思うんですね。この部分がちゃんと想像できていれば、もっとね商業クオリティの迫力があるイラストにできると思います。はい、なのでまずはこうしちゃうのがいいと思います。はい、人物を一旦非表示にしてドラゴンの体簡単にでもいいので描いちゃいましょう。これですねめんどくさいなって思ってしまう人も多いと思います。だってねここの部分人物で隠れてほとんど見えなくなる部分ですからね。でもたとえ隠れて見えなくなる部分でも描くのが重要なんです。なぜかというと、見えてない部分は見える部分から想像してしまうからです。絵を見ている人ってそういう想像力を無意識に働かせながら、この隠れた部分ってどういう形してんのかなっていう風にね無意識に思いながら見ているので、そういう違和感をね見ている部分から察知してしまうんですね。もしかしたらね描いている皆さんは見えてないから描かなくてもいいやと思いがちかもしれませんが、あくまでね商業クオリティを目指すのであれば面倒くさがらずに、たとえ見えていなくても描くのが重要なんです。さて、体を描くと首と顔のつながりがいまいち変だということに気づきます。首と顔の角度見直してみましょう。微調整ですね。はい、こんな感じ。すごくね些細な調整に感じるかもしれませんが、こういう細かい角度の違いによって見ている人はイラストから違和感を感じ取ってしまうものなんです。だから描いている側はきちんとね見えていない部分もちゃんと考えながら、時にはね今回のように実際に描いて細かい角度つながりを調整する必要があるんです。さあ、それではですねドラゴンの足元に何もないのもちょっと不安定なので、地面も描き加えていきましょうか。はい、こんな感じです。地面があった方がねどのぐらいの大きさのドラゴンなのか、どこにいるのかが具体的に想像しやすくなりますね。あとですね、これは設定にもよりますが、ドラゴンといえばやっぱり翼があった方がかっこいいと思います。翼も書き入れていきましょう。はい、こんな感じです。余談ですがね、腕自体が翼になっているのをワイバーン、腕じゃなくて肩から翼が生えているのをドラゴンという風に区別するっていう風に前聞いたことがあります。翼があると一気に迫力が増しますよね。さあ、大体のポーズが決まったので線を上から描いていきますね。線を描くと一気にドラゴンに命が吹き込まれた感じになると思います。やってみます。
はい、こんな感じです。隠れるところはね、そこまで丁寧に線を入れる必要はないんですが、でもね、丁寧に入れておくと、人間キャラクターの位置をたとえ動かした後にでも、ドラゴンを描き足す必要がなくなりますし、この絵をね、他の媒体で使い回したい時にも、その方がいいと思います。これね、使い回しを考えることも、商業イラストにおいては結構重要ですね。はい、クオリティではなくて使用面も考えるってことです。さて、ここもちょっと気になりますね。細かい部分ですが直していきます。はい、ドラゴンの目なんですが、白目をなくしました。白目があるとね、なんか人間っぽい目になっちゃいます。ドラゴンがね、こう野生動物なのかどうかは分かりませんが、人間と動物の違いは白目が見えるか見えないかの部分が大きいと思います。より動物的にしたい場合には白目は描かない方がそれっぽくなると思います。さあ、ドラゴンはこんな感じで OK ですね。次は背景の添削です。でですね、ご本人も気にされていた背景が白で深みがないという問題についてなんですが、これ別にですね、背景が白だから深みがないっていうわけじゃないんです。多分ね、何か具体的な背景を描けば、例えば建物とかね、あとはこう遠くに見える山々とか、そういうものを描けば背景の深みは実際に出ると思うんですが、別にね、そんなの描かなくても白背景のままで背景の奥行きはこの場合は出せると思います。はい、じゃあなんでこのイラストいまいち奥行きを感じられないのかというとですね、この煙の描き方に問題があります。最初の方が分かりやすいですかね。この煙の描き方に問題があるんですね。今ですね、この煙を線で描いて、でその中をブワーっと大雑把にグラデーション塗りしているだけなんですが、ここにですね、陰影をちゃんとつけてあげるだけで、この煙自体が背景として成り立つと思うんですよね。ちょっとした違いなんですが、やってみます。はい、もうね、ただこれだけ。煙に光が当たっている面と、そうじゃない影の面とをパッキリ色分け、面分けしただけです。そしたらね、こう軽く線で強調してあげてもいいですね。はい、こんな感じです。でですね、人物を表示してあげると、ちょっとね、このままだと、人物がこのドラゴンに重なってしまって、ドラゴンに少し埋もれてしまっているので、人物の顔周りにもですね、煙を追加してあげてもいいかもしれませんね。はい、こんな感じです。最初と最後見比べてみましょう。最初がこちら、そして添削後がこちらです。ほら、どうでしょうか。迫力が結構違いませんか。かなりね、迫力が増したのがお分かりいただけると思います。この煙をね、ちょっとこう塗りを変えただけで、この辺の奥行きもほら出たでしょ。はい、具体的に背景を描き足したわけじゃないのに、煙が背景としての奥行きを表現してくれて、奥行きが生まれたのがお分かりいただけると思います。かなりね、商業クオリティに近づいたのがお分かりいただけるのではないでしょうか。はい、といったところで次の添削に移っていきます。はい、次はこちらの作品ですね。コメント。強くて可愛いスポーティーな女の子と、その女の子を守るようにこちらをじっと見つめている虎を描きました。添削してほしい部分、悩んでいるところはいつも色がくすんで全体の印象がぼやっとしてしまいます。このイラストはなるべくパキッとさせるように意識したのですが、それでもぼやっとした印象になってしまったように感じます。はっきりと綺麗な色使いをするにはどうすればいいでしょうか。他にもより良くするために直せるところがあったら教えていただきたいです。よろしくお願いします。とのことです。はい、ということでね、こちらもご応募ありがとうございます。すごくかっこいいイラストですし、キャラクターもよく描けていると思います。じゃあなぜぼやっとしてしまっているのかというとですね、これはね、すごく簡単な理由です。ぼやっとしてしまっている原因の9割はコントラストがついていないからです。コントラスト、つまり明暗さをうまくつけられていないからぼやっとした印象になってしまうんです。でね、ちょっとですね、この添削でとっておきのプロ技テクニック教えてしまうので、僕はね、もしかしたらプロの方々から怒られてしまうかもしれません。お前それ教えんじゃねえよと、そのぐらいね、やばい便利技教えちゃうので、これはね、ぜひ注目していてください。
はい、これはですね、コントラストをつける一環でもあるんですが、ちょっとね、構図がキツキツだったので、足元に少しスペースを追加して地面を少し明るくしました。イラスト全体が暗いので、ちょっとでもね、明るい部分が一箇所でも欲しくなっちゃいますね。でもですね、まだ、全体的にコントラストがついていないので、ちょっと眠い感じがしますね。多分ですね、影を強調すると相対的に明るさが強調されるので、この影の部分を強調してもいいかもしれません。やってみます。はい、壁に落ちる影を強調しました。影を濃くすると明暗さがつくので、結構ね、はっきりすると思います。そしてもう一つのテクニックとして、影のこの際の部分に色を入れるっていうのがあります。こうですね。はい、少しね、影との境目に色味を追加してみました。あんまりコントラストをつけすぎたくない、でもパッキリさせたいっていう時にはこういうのもいいと思います。あとですね、これは別に今回の添削のメインテーマとは関係ないんですが、ちょっとね、こう虎がひ弱に見えるかなと思いました。ちょっとだけ調整します。はい、鼻の部分がちょっと小さかったので大きくしました。あとはこの手もね、ちょっと小さすぎるかなと思いました。どうでしょう。はい、こんな感じです。もしかしたらね、若い虎の場合にはさっきのままでもいいかもしれませんが、ちょっとね、可愛く見えすぎたので調整してみました。あとね、角度にもよりますが、ここにね、こうお尻が見えていた方が自然かもしれませんね。はい、今回の添削のテーマはそこまで関係ないので、今回はこのままでいきます。はい、でですね、今全体の陰影をパキッと調整してきたのですが、人物についてもあまり陰影がはっきりしていないので、そのおかげで絵が眠たい感じになっているっていうのもあると思います。少しキャラの影も強調してみましょうか。はい、こんな感じです。で、ちょっとした違いですが、結構ね、強さが増すでしょ。影が弱いとどうしても印象がぼやけてしまうので、もうちょっとね、印象が際立つ感じがしたいなと思ったら、影をね、追加してみてください。あとは、こういうのも効果的です。はい、髪の毛にハイライトを追加してみました。ツヤを描き入れることでも顔に注目を集められるので、絵を引き締めることができますね。さあ、そして最後の最後。いや、これですね、完全にチート技なんですが、プロはよく使います。僕はね、プロから恨まれる可能性があるんですが、教えちゃいます。これ他のソフトにもあるのかな。Photoshop の機能なんですが、調整レイヤーっていうのがあるんですね。このレイヤーウィンドウのここを押すとですね、調整レイヤーを追加することができるんですね。この調整レイヤーを使うと、色調整をかけた後からでも、自在にね、色調整自体をコントロールすることができます。はい、このボタンからトーンカーブを選びます。で、こんな風にゆるーく S 字がかかるように、こうカーブさせますね。画面を見ながらね、このカーブを調整してみましょう。はい、するとですね、影はより暗く、明るい部分はより明るくなるように調整できました。はい、今作った調整レイヤー、これなので、このレイヤーをオンオフすると、こんな感じで色調整自体はなかったことにもできます。で、ただですね、このままだとこう画面全体が同じようにコントラストが上がっちゃうので、ちょっとね、こう平面的になっちゃうデメリットもあるんですよ。そこで今回教えるスペシャルテクニック、これをするだけでですね、眠たい画面が一新、立体的でパキッと際立つ、しかもね、こう奥行きのある演出ができちゃうんです。はい、今かけた調整レイヤーですが、一旦ですね、こんな風にレイヤーマスクを黒く塗ってしまって、一旦非表示にします。はい、レイヤーマスクをね、黒く塗ると全部オフにできるんですね。そしたら、このレイヤーマスクを選んだまま、描画色を白にしてですね、で、ここはバキッと際立たせたいなっていう部分にだけ、こうやって白を塗っていってください。するとですね、
この強調したいところだけコントラストを強めることができちゃうんです。ほら今ねこう真ん中の部分だけコントラストが際立ったのがお分かりいただけると思います。端っこの部分はねそんなに強調されてません。真ん中の部分だけググッとこう手前にね寄ってくるような強調された効果がわかるでしょ。ほらほら、こうすることでコントラストが弱い部分と強い部分を意図的に作り出すことができて、立体的かつはっきりした印象を作り上げることができちゃうんです。これ最高でしょ。ですね、これかなりプロの方が実際にやっている方法なので、あんまり広めちゃダメですよ。僕がね怒られちゃいますからね。です。はい、といったところでビフォーアフター見比べてみましょうか。こちらがビフォー、そしてアフターです。いかがでしょうか。全体の眠い感じ、コントラストが足りない感じを払拭できて、こうパキッとねメリハリのある画面になったのがお分かりいただけると思います。といったところでいかがだったでしょうか。今回は2つの作品を添削させていただきました。今回はですね特にビフォーアフターあまり大きな違いをつけなかったので、逆にね自分の作品に活かしやすい内容だったかもしれません。ぜひねご自分の作品のパワーをアップさせるヒントにしてみてくださいね。それと今回の動画を見て面白かったという方はですね、こんな動画もおすすめです。7ステップで背景は簡単に描けます。はい、こちらは1つ目の添削でね背景を描かずに奥行きを追加しましたが、やっぱり背景描きたいよ、背景の描き方具体的に教えてっていう人もいると思います。そんな方はこちらの動画で背景の描き方も学んでみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ、準備はいいですか。気まぐれ気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。